今日もじゃのめです。ようやくダガーフォールに手を出しました。英語力は相変わらずなのでその点は心配だな。とりあえず、やってみようか。種族と職業は前作と同じでいこうかなって思ってるの。ハイエルフはサマーセット地方出身です。あなたは背が高く。いいえ、私は小さいエルフ。だってそう呼ばれていたもの。金色の肌をした民族の一員で、非常に機敏、そして意志の強い民族です。サマーセット等の魔法の性質により、ハイエルフは麻痺性の毒や呪文を受け付けない生まれながらの魔術師なのです。あなたのキャラクターはハイエルフになりますか？はい、なります。性別は女性ね。スペルソードとかいう謎職業が私です。選んだのは確か名前がかっこいいなって思ったからだったかな。スペルソードは魔法を使いこなす戦士である。この二重の特化により、スペルソードは実に手強い相手となります。スペルソードにとって最も重要なスキルは以下の通りです。アックス、ロングブレード、ブレントウェポン。ブレントウェポン。破壊、幻惑、変化。あなたは自分のキャラクターをスペルソードにしたいですか？まあよくわかんないけどそれで。これはね、ちょっとわからない。なんだろう。まあいいか。マイネームイズじゃのめ。さすがにそれくらいは言えますよ。色の近いいい顔はあるかな。あ、これ良さげ。こっちもいいな。選ばれたのは彼女でした。ステフリか。なんだろうこのボタン。なんかいい音鳴った。ふふ、楽しい。ああ、ステータスの数値が変わってんのか。いい音ボタンじゃなかった。そろそろ捨て振りしよう。こんなもんか。これは、なんぞや？まあ武器はロングソード一択でいいでしょ。スカイリムはダガー一択なんだけど、アリーナの続きってことでそっちよりですな。あとは適当に振っとくか。こんな感じでいいかな、多分。プレイヤーの反射神経は、ゲーム全体のスピードを決定します。反射神経を高く設定すると、モンスターの動きや攻撃が速くなり素早い操作が要求され、普通っぽいのでいいや。確認画面。かな？顔はちょっとまだ悩んでいるかもしれない。結局これになっちゃった。彼女が今回の憑依先です。なあむー。400 years after Tiber Septim's reign, the beginning will meet the end, and the bloody circle will close at the Empire of Tamriel. The unworthy heirs of the Septim dynasty have allowed the bonds of the Empire to weaken and crack. Uriel Septim, the Seventh, cannot repair what his ancestors ignored. The provinces fight among themselves like neglected children, drunk with rebellion. One indomitable power hides itself, but not forever. Excuse the gloom, but none may know of this meeting. The nature of my trouble is darker still. Over a year ago, King Lysandus of Daggerfall died honorably on the field of battle. He was as loyal a subject, ally, and friend as you are. I did grieve for him, but his spirit does not rest. With a spectral army, he haunts his former kingdom, crying for revenge. I do not know why a good and loyal man would be so cursed. Perhaps you can find the answer and close the marble jaws of oblivion, bringing peace to his soul.
I ask this as your emperor and your friend. I have one lesser request. Several years ago, I wrote a letter to the Queen of Daggerfall. It never arrived. The letter was of a sentimental and personal nature. If you find and destroy that letter, I will be grateful. Now, my champion, rest well this night, for tomorrow you sail for the kingdom of Daggerfall. 実写かな？ちょっと驚いた。そしてここの翻訳辛すぎた。あなたは目を覚まし、部屋の中を見回します。数時間前、君はダガーフォールに向かう途中のボートに乗っていた。その時超自然的な強さの嵐が悪意ある生き物のようにリアック1を沸騰させたのだ。ボートは破壊されたが、君はなんとか岬の岩まで泳ぎ着いた。そこで洞窟を見つけ、嵐の猛威から逃れることができた。洞窟の中で焚き火をしていると、土砂崩れが起こり洞窟の中に閉じ込められました。生き埋めになる恐怖は、洞窟の外に続く通路を見た時に静まった。洞窟から出られたら、皇帝のクエストを開始しよう。いやかなりの恐怖体験。エルダースクロールズダガーフォールには、ゲーム中にアクティブにできるチュートリアルがあります。このチュートリアルは、最初のダンジョンとその後の短い時間を通して行われます。このチュートリアルを使ってみたいですか？とりあえずチュートリアル込みでやってみようね。長文。とりあえず動き回ろうってことが書いてあるのかな。試しに動かしてみるのは大事だよね。見た目は同じ感じかな？モード変更？なんかよくわからないけど、多分、いつか、わかる。あなたのクラスではこれを装備することが禁止されています。なんでそんなもん持ってんのさ。この感じ多分下もダメだよな。ひどくない？さすがに武器はいけたか。この辺はそのうち感覚でやれると信じてる。今回魔法の使い方わからなそうな予感がしてきた。どういうことなのかな？回復と浮遊、透明かあたりを覚えられればいいんだけどさ。まあそのうちわかるでしょう。わかんないかもしれない。なんかよくわからないけど多分お守り。音が可愛い。歴史？使えない装備の説明とかか。あなたの最初の記憶は、訪問者の到着と出発が絶えず、あなたの母親と父親が別々の時期に、長期間にわたって家を離れるという、混乱が続く家庭生活だった。成長するにつれ、君は母親がエリート傭兵部隊のメンバーであり、最初は武器に興味を持ち、後に戦闘戦術のエキスパートであることが分かった。父親は、地元の魔導士ギルドの有名なメンバーで、あらゆる種類の魔法の達人であった。彼はあなたを優秀な弟子として認め、すぐに現実の構造を微妙に変化させることができるようになった。君の両親は、帝国の戦闘魔導士ジャガーサルンのことを話していたのを覚えている。彼が正当な支配者から土地の権力を奪ったことは、彼らの間で知られていた。誰も彼に逆らおうとはしなかった。君は密かにサルンと彼の残忍さに吐き気を覚えていた。20年目のある日、あなたの家に訪問者があり、強力な英雄がジャガーサルンを倒し、追放された皇帝を王座に返り咲かせたという知らせを受けた。
また、その訪問者は、国を訪れていた皇室の偉い人が、祝賀のために帝都に帰ってくるという知らせも持ってきた。あなたは、その訪問者が帰ると、両親にお祝いに行っていいかと尋ねました。お父さんとお母さんはしばらく話し合った後、そろそろ自分の道を切り開く時期だと判断しました。お母さんは手香を、お父さんはとても珍しい杖をあなたに渡し、それからあなたは帝都の祝宴に向かうことになったのです。何日もかけて、あなたは王国の首都である帝都に近づきました。すると、少し先に小さな旅人の集まりがあることに気づきました。その時、道沿いの森で待ち伏せしていた山賊に襲われました。山賊の一人が短剣を振り上げて、あなたに襲いかかろうとしました。あなたは反射的に杖でそれを避けようとしたところ、杖から大きな稲妻が飛び出し、両方の武器が粉々になりました。山賊も旅人も皆立ち止まり、あなたを見つめました。雷が収まると、山賊たちは森に逃げ帰りました。あなたは旅人たちに囲まれ、助けてくれたことに深く感謝されました。彼らは、国内を訪問していた皇族の人たちで、祝賀のために帝都に帰ってきているのだと言いました。そして、一緒に皇居に行き、皇帝に謁見することを強く勧められました。皇帝はあなたの勇敢さに非常に感銘を受け、家族を救ってくれたことに感謝しました。皇帝はあなたを正式に祝宴に招き、上質な赤いルビーを贈りました。祭りは何週間も続き、その間、皇帝はしばしばあなたを呼んで非公式な話をしました。謁見していない時、あなたは普段から運動したり、防御のための軽業の練習に明け暮れました。ある夜、あなたは皇帝に呼び出され、その要件が深刻であることを知らされました。彼は書斎であなたに会い、そこで頼みたいことがあると言いました。なるほど、オープニングの前の話か。お母さん、なんで装備できない手香を持たせたんですか？ここは頼まれごとについての画面かな？今は皇帝からのミッションだけだ。よし、動くか。セーブは前作と同じボタンね、把握。あれ？魔法のボタンじゃないのこれ？こっちはファストトラベルかな？おお。地図は見るのに慣れる必要がありそうだ。見方がわかんないぞ。レッスンには武装しようって内容でした。もうしたよね？してるしてる。落とした装備を拾えなくなった。これは武器の出し方や振り方か。シャキーン。操作は大体同じだよな。まあ大丈夫でしょう。落とした装備にさよならを告げて進みます。行き止まり？ネズミの声がする。どこ？いないよ。うわぁ、隠し扉だ。まだ序盤ですよ。なるほどここにいたのか。これ下の方見にくいんですけど。攻撃当たるのこれ？近づくとネズミが全く見えなくなる。攻撃も当たらないし、どうするんこれ？もう壁の向こうのネズミにはついてるんですよ。チュートリアルを置いていってしまった結果。キューボ、ネズミの倒し方。もう一匹いる？見えないよ逃げる。レッツ再チャレンジ。当たったっぽい。何も拾えない？ないっぽいかな。
お金だけか。まだ使い道がないな。操作がなんだか難しい。コウモリ。飛んでる敵の方が楽だな。下の方は見えないから。こいつも何も持っていないのか。なんだこいつ、なんかまた撃って失敗したっぽい？嘘でしょ。現状の武器で攻撃通らないって初回のダンジョンにいちゃダメでしょ。なんで、君、こんなところにいるのさ。無理、逃げよう。ネズミのいた部屋は遠の昔に通り過ぎてんだよ。この緑の対処法を教えてくれよ追い詰められた。インプを見たはいいんだよ。どんだけ見てんだよ。魔法の使い方もわかんないよ。なんか運ばれてんだけど、もしかしてあれ私なの？死亡エンドの演出かな？すごいね。もう少し試してみようかな。ネズミと再戦。見えないの辛いな。本当に。なんか今度はアイテム追加されてる。なんだったんだろう。項目変えたら出てくるかな？あった。バジリスクの目？使うのか売るのかわからん感じだな。ドラゴンの心臓って最初に入手するものじゃなくない？あとは、巨人の血液？錬金素材だったりするのかな？今のところはわからないけれど。とりあえず持っとこう。そこの通路に入りたい。先が全然見えないんだけど人間。こいつの装備なら使えそうな気がする。装備、拾えないのか。いつの間にかネズミもいるし、下向けないの致命的では？これはもう終わってると思うのですが。もういいや、進んでみよう。よし、次はそこだ。また人間がいる。強そう。やっぱダメだったか。こんな感じなので、正直ユニティの方を検討しています。というかそっちの方の調整をしてるんですよね。これは初見プレイの供養のようなそんな